おはようございます。今日はヨガとミニマリズムの相性について話していきたいと思います。結論から言うとですね、ヨガとミニマリズムの相性はすごくいいと思います。僕今ヨガをやってるんですけども、ちょうどミニマリストと出会ったのもですね、ミニマリズムと出会ったのもヨガ始めたぐらいの時期、被ってるような気がしますね。過去の動画で上げてると思うんですけど、2013か14年ぐらいに、ジョシュアとライアンのミニマリズムっていう、ミニマリストっていうユニットがいるんですけど、その彼らの本に出会ったのが、それくらいの年で、その1年後とかかな、多分ヨガをやり始めたのがですね。で、僕がリスペクトする先輩がですね、ヨガをやってて、で、時丸お前もヨガやりなよみたいな感じで、なんとなくですね、そこから始めた感じです。で、最初はもう太陽礼拝っていうね、一番基本的なものを、YouTube とかで見たり、あとは綿本さんの本とかを、簡単なヨガの本を読みながら太陽礼拝だけをやってきた経緯です。で、それから今やってるのがですね、今取り組んでるの、そこからずっと独学で5、6年ですかね。でも今年からなんで、もう7年ぐらいかな、実際。もう太陽礼拝だけしかやってなかったっていう。もうかなり、ちょっと不思議なバックグラウンドだとは思うんですけど、なぜか、他のポーズをやる気に全くなれなかったんですよね。それは多分太陽礼拝だけで、ヨガの効果を実感してたっていう部分があるのも一つだし、自分自身がヨガの教室にわざわざ足を運んで、そこで何かポーズをやるってことがあまり考えられなかったんですよね。で、それでずっともう独学だけでやってきた状態です。で、ようやく今年に入って、そういうタイミングがあって、インスタグラムとかでも報告してるんですけど、RYT200 っていうですね、ヨガの、指導者資格みたいなものを、5月からかな、6、7、8、9か、5ヶ月か、5ヶ月ぐらいかけて、取得しました。で、僕が学んだのは、アシュタンガヨガという、ヨガです。いろんな流派があるんですけど、アシュタンガヨガというヨガです。で、アシュトっていうのが8っていう意味ですね。サンスクリット語で8。アシュト、アンガっていうのは枝とか、そういう意味です。枝とか腕とかっていう意味があるらしいんですけど、アシュトアンガヨガだから8つの枝のヨガみたいな感じで、その8つっていうのは、これ理論の話になるんですけど、パタンジャリっていう、ヨガの哲学を作った人がいるんですけど、その人がですね、唱えてる、ものの中に、8つのその規則みたいなのがあって、それがヤマ、ニヤマ、アサナ、プラナヤマ、プラティアハラ、ダラナ、ディアナ、サマディっていう、ものです。で、それがそれぞれ、いろいろ禁止事項とか、奨励事項とか、これやった方がいいこととか、ヤマニヤマがあって、で、あとアサナっていうのがポーズですよね。アーサナ。で、プラナヤマっていうのが呼吸法。で、そういうふうに、いろいろあります。で、ダラナ、ディアナ、ディアナが瞑想みたいな感じで、サマディっていうのがザンマイっていう、一番融合したような状態を指すんですけども、そういうふうなもの、8つのものを総合的に実践していくっていうのが、アシュタンガヨガです。簡単に言えばですね。どうしてもヨガってポーズを取ることがヨガというふうにされてるんですけども、実はほとんどのヨガが瞑想の手段っていうところがあって、ヨガはそのポーズはもう瞑想の手段でしか過ぎないみたいな感じで、瞑想すること
が、動かないことっていうか座法ですね。究極はその動かないことっていう、じっと座っていることみたいなものが究極のポーズっていうふうに言われていますね。はい。で、そういう、アシュタンガヨガを学んでいます。はい。そうですね。まだ全然僕も自分の練習が精一杯でその人に教えるみたいなところまで全然いけてないんですけど、まだ全然できないポーズもたくさんありますし、で今一番簡単なですねプライマリーシリーズっていう一番初級の練習をやっている状況です。はい。で基本的にヨガは毎日やりますね。でムーンデイって言って、満月と新月の日は練習お休みなんですけど、基本的に毎日実践していきます。はい。でヨガやってるとですね、もう肩こりとかも全くなくなりますし、その整体とかマッサージとかそういうのも全く不要になります。はい。本当にこれはもうびっくりするというか、自分でももうそれだけで調子が良くなるので、ただやってない日は調子悪くなってくるんで、やっぱり続けてですね、体を動かしていくっていうところで、アシュタンガヨガの特徴は、動く瞑想っていう風に言われたりして、もうとにかく運動量が多いヨガです。はい。で、僕いろいろ調べてみたんですけど、だいたいその1セットが1時間15分ぐらいフルでやるとかかります。で、250から300キロカロリーぐらいの消費カロリーがあります。で、すべてのポーズがですね、もう順番が決まっていて、で、そのポーズとポーズをつなぎながら、もう最後まで、通しでポーズを続けていく。そういうヨガです。で、もう呼吸ですね。呼吸の方に重きがどちらかというと置かれて、アラインメントって言って、動きが美しいというか、ポーズが美しいヨガもあるんですけども、それよりもどちらかというともう瞑想に近いので、呼吸の方に重きを置かれるヨガです。だからずっと呼吸をし続けている。で、ポーズを決めていって、最後シャバーサナっていう一番屍のポーズですね。で、終わるんですけども、太陽礼拝から始まってシャバーサナで終わる。そういうヨガですね。だから向いてる人にとってはすごい向いてると思います。で、最初の話に戻ると、そのミニマリズムとの相性がいいっていうのは、やっぱりヨガっていうのは基本的に体一つでできるんですよ。ヨガマットさえあればって感じです。スポーツやるには道具が必要ですよね。で、僕、ランニングとかもやるんですけど、やっぱり道具が少ないっていうのが、取っかかりのハードルも下げられるし、お金もかからないし、持ち物も増やさなくていいんですよね。ランニングもですね、靴があればできますよね。とりあえず。ジム契約しなくても、その辺の道さえあればできますよね。で、ヨガも、ある程度の広さのスペースと、ヨガマットさえあればいい。あとは自分の体だけあればいいんで、それがまず、非常にミニマリズムとの相性がいいポイントの一つです。で、もう一つはですね、ヨガの理論というか、ヨガの思想そのものが、やっぱりいろんなものを手放していくっていうところ。これ仏教的な観念にもつながるんですけど、やっぱりいろんなものも手放していくし、執着も手放していく。だから、どんどん体一つになっていく。体さえも実は、今の今世の借り物だっていう風な考え方を仏教ではしますよね。で、ヨガでもですね、もう本当に、古典的な文献とか読んでると、もう結婚もしてはいけないし、家も持たないし、服も持たないし、みたいな、もう本当に体一つで生きてるのが、ヨガ業者というか、本来のそういう修行僧みたいな感じですね。で、自分自身の生活を顧みても、結構そういう風な雰囲気あるなっていうか、でもそれは、ヨガをやってるからそうなってるのか、そもそも自分がちょっと頭おかしくて、そういう風にヨガと相性が良くなってるのかは分かんないんですけども、とにかく物をどんどん手放していくんですよね。
で、僕そのヨガをね、一番最初に教わった先輩にですね、時も、ヨガやり始めたら、どんどん捨てていくから気をつけなよ、みたいな、言われてたんですよ。すごくいろいろお話しするの、その先輩と俺話するの大好きなんですけどね。なんか、本当何もいらなくなるよ、みたいな。で、いや、そんなことねえだろうって、最初ちょっと思ってたんですけど、やっぱ実際ですね、自分でこうやり始めると、もうなんか全部いらなくなるんですよ。もう仕事とかもいらないし、肩書きとか名誉とかね、そういうのもいらないし、ね、家も、家はでも、まだ手放したくない、この家っていうか、空間はね、そこは保ててるんですけど、でもそれ以外のものですよね。なんか本当に体一つさえあれば、体とヨガマットさえあれば、もう毎日ヨガやって、であとはもう最低限の食事をしている。でもこう生きるためにやっぱ食べなきゃいけないんで、そこを手放したら危ない方向に行っちゃうんで、そこはなんとかつなぎ止めて、ちょっと俗っぽくですね、もうちょっと人間っぽいところも取り入れながらって感じでやるんですけど、でもとにかく本当にそのヨガやり始めて、で今年から本格的にまたそういうね、先生についてですね、学び始めて、そしたらやっぱり本当楽しくなってきて、でなおさらですね、そういう他の自分の持ち物に対する執着とか、人間関係に対する執着とかですね、そういうものがもうどんどんなくなっていくんですよ。ですごいもうなんかどんどん楽になっていくっていうか、人生がどんどん良くなっていくみたいな、これあまり信用できないかもしれないですけど、あんまり信じられないかもしれないですけど、なんかそういう感じになっているんですよね。だからそういう意味で、ミニマリズムとヨガの相性っていうのはすごくいいと思います。で、僕、ずっと写真もやってたんですけど、今もやってはいるんですけど、その写真もですね、結構クリエイターとかカメラマンの方ってヨガやってる人多いんですよ。やっぱり日本もそうですけど、アメリカとかヨーロッパでの、最初のそのヨガブームの高まりみたいなのがあって、マドンナとかがやってからこう流行りだしたのありましたよね。90年代とかに確か。で、マドンナとかもやってるみたいなので、それでこうヨガがもてはやされてたんですけど、僕がこうリスペクトするようなフォトグラファーですね、カメラマンもですね、ヨガやってて、マリオ・ソレンティさんとか、ヨーガン・テラー、ユルゲン・テラーで、ヨーガンってドイツ語読みで言うんですけど、ヨーガン・テラーがヨガやってるっていうのがもう僕の中でもう大ヒットしてて、面白くないですか？なんか、ヨーガン・テラーがヨガやってる、ヨーガンもヨガやってるんだみたいな。で、なんかのインタビューで読んだんですけどね、彼自分のスタジオに行って、その撮影が始まる前にスタジオでヨガやるんですよ。で、ヨガやって撮影始めるみたいな。大好きですね。なんか、写真も好きだし。で、そういうのもやっぱあってね、それで、こう、続けてる感じですね。好きっていうのもあって、実際やってるのが気持ちいいっていうのが、一番、いいのかなっていう、自分に合ってるなっていう気がします。はい。僕あまりね、YouTube を最近あまり他の人の YouTube 見てないんですけど、でも結構ヨガのやっぱり YouTube とか見てますね。ヨガの人とか。でもなんか不思議とね、そのミニマリズムと YouTube を、じゃないな。不思議とミニマリズムとヨガを両方やってる人は、なんかそんないないような気がしてて。だから、ちょっと、多分いるんだと思うんですよ。ただ僕がそれ見れてないだけで。だから、ちょっと改めてですね、すごく、ヨガとミニマリズムの相性がいいっていうことに、自分自身がこう気づき始めたので、ちょっとそういう方いましたらね、またコメントとかいただけると嬉しいです。はい。今日は、そういう感じです。また、じゃあ次の動画でお会いしましょう。良い一日を。